どうも、日本語で喋りましょうの岡野です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを読みたい人はぜひパトレオンをチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、今日はスペシャルゲストに来てもらってます。この方です。どうぞ。木村です。はい、今日もね、スペシャルゲストに木村さんに来てもらって、で、いろいろ話していきたいんですけど、今日のトピックは、布団とベッド。うん。最近俺ね、普段寝るときは、布団で寝てるんだけど、木村うん。は布団とベッドどっち使って寝てる？ベッドだね。うんうん。子供の時もベッドだった？の時は、引っ越しするうん。前は布団で寝てたけど、引っ越しした後はベッドになった。うんうん。なるほど。その引うん。っ越ししたのは何歳ぐらいの時？中学生、中学1年生だから12歳。うんうんうん。あ、うん。そうか。じゃあもう人生の半分以上はずっとベッドで寝てるわけね。そうね、そうね。うん。うんうん。俺は最近、ベッドじゃなくて布団で寝るようになったからちょっと俺は布団の良さを語りたくて、で木村にもねちょっといろいろベッドの良さを語ってほしいんだけど、はいはいはい。まずね、あの俺も、子供の時は木村と同じで、布団で寝てたのよ。でうん。本当に木村が言ったのと同じぐらい、多分、12歳とかその時ぐらいまでは、布団で寝てて、多分日本で結構一般的だと思うんだけど、家族みんな一緒の部屋で布団で寝るのってかなり一般的だよね。そうだね。そうそう。まさに、その引っ越しする前は、家族3人で、布団引いて、ね、寝てたから、うんそうんうん。だよね。う。うん。日本ではかなりこれが主流だと思うんだけど、俺もそれで寝てて、多分中学生ぐらいの頃から、ベッド買ってもらって、で、うん。そうね、本当にそれこそ最近まで、ベッドで寝てたんだけど、3うん。ヶ月前ぐらいに布団をね、買ってまた布団で寝てみたんだけど、やっぱりね、俺はね、布団の方がいいと思あ、そう。まず、いくつか理由があるんだけど、その中の一つの理由は、う。うん。スペースをね、全然取らないのよね。はい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 。そうね。やっぱり結構聞いてる人の中でも、ベッドで寝てる人多いと思うんだけど、布団っうん。て基本寝るとき出すけど、それ以外のときは畳んでしまうのよね。うん。うん。だから、ね、アパートとか住んでる人とかね、もうベッドだけでさ、一部屋取られちゃうじゃん。そうね。うん。その通り。それが今ないから、なんか家の中がね、すごい広くなったような気がする。はあ。じゃあ普段はちゃんとこう布団畳んで、そうそうそう。押し入れに入れてみたいな。そう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 。もちろんね、ちょっとめんどくさいんだけど、逆にさ、俺さ、うん。今家で仕事してるから、ベッドがあると、なんかうん。すぐちょっとベッドで横になっちゃって、なんかだらけちゃうのよね。うんうんうん。うん。でも布団を片付けることによって、そういう時間がないから、なんか一日もね、より効率的になるような気がするんだよね。うん。なるほどね。うんうん。で、プラスでね、やっぱり特にね、猫飼ってるからさ、思うんだけど、ベッドのうん。下なんか物とかさ、はいはい。入っちゃったり、なんか猫が、おもちゃ入れちゃったりとか、なんかはいはいはい。おやつとかはなんかそこに隠しちゃったりして、掃除するのめんどくさいじゃうん。うん。ん。それがないのもね、めちゃめちゃいいと思なるほどね。わかるわかる、それは。う。うんうんうん。じゃあ、木村はうん。さ、今ベッドで寝てて何がベッドの良さだと思何がベッドの良さ？そうね。いつう？うん。でも寝転がりたかったら寝転がれるっていうところ。やっぱりそれいいよね。それはいいね。うん。あとは、段差が、ベッドってほら、高さがあるじゃん、床との。うん。うん。その高さがあることで、俺はストレッチしたりとかするのに使えるんだよね。ただ、うん。俺も布団の良さはわかるし、あ、そうん、布団でほら、こうしまうことでスペースがさ、う。うん。空くわけじゃん。
うん、だからそこはいいなと思うので、うちのベッうん、ドを変えようとしてるんだけど最近。変えるなうん、ら、まあ俺と彼女一緒に住んでるからさ、うん、彼女ベッド派だし、その、うん、布団になることはないと思うんだけど、ベッドで、こう、収納がついてるやつとかにしよううん、うん、うかな、みたいん。な考まあえてる。そうよね。うん、やっぱりベッドうん。だけってなるとやっぱりスペースがもったいないもんね。そう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 。多分だけどさ、日本でこの布団っていうのが主流になってるのはさ、うん、この、なんだろう、こう湿度の高い日うん、本の、なんだろう、気候うん、とも関係してんじゃないかな、みたいな思う。うん、うそういうん。ふうに常に置きっぱなしにしたりとかするとカビちゃうかもしれないし。そうね。うん。うん。いや、それは絶対あると思う。だから、うん。もう今までずっと俺もベッドに慣れてたからさ、やっぱり布うん。団もそのまま置きっぱなしにしてたいけど、やっぱりカビのこととか考えると片付けなきゃなって思うもんね。うん。あと、なんだろう、今最近の日本の家にはさ、うん。まだ畳の部屋っていうのが、こうん。必ずあるものなのかなっていうのはちょっと思うんだうん。よね。最近畳の少なくなって部屋で、るね。そうそうそう。畳の部屋で布団引くなら、あ、いいうん。なって思う、これは。うんうんううん。ん、そこで寝るのはいいなってめっちゃ思うけど、うんうん。なんだろう、なんかフローリングの上だったら、うん。なんか味気ないじゃないけど。うん。確かにそれはめちゃめちゃわかる。なんかフローリングの上ってなんか座るのもそうだし、なんだろう、もう床感がすごいっていうか、そう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 。うん、なんかそう。畳って床なんだけど、なんかほぼクッショ柔ンみたらかいんだよね。いな感じ。そう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 そそうそう。うん、ちょっと柔らかさがあるから、多分それもあって布団とのこの相性がいいう。んだと思相性だね。そう。そうだね。だから、まあ、布団で、なおかつ床も畳であれば、俺はもうう。うん、本当に、いいなと思うけど、うん、うん。まあ、今、オーストラリアに住んでるし、うん。まあ、畳部屋はないから、まあ、微妙なところなんで、今。なるほどね。じゃあ別に布団が嫌だからベッドで寝てるわけじゃなくて、まあ、今うん。の生活スタイルと、まあ、オーストラリアの生活と合ってるからベッドで寝てるってことね。そう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 。全然俺布団好きなんだけど、そうね。なるほどね。なるほどね。うん。いやだから俺それこそさっき木村が言ったように最近の家とかアパートとかって畳の部屋が少なくなってて、でうはいはいはい。ちも畳ないのよ。あ、そうなの？うん。だからね、わざわざね、そういうフローリングの上に置ける畳を買って、で、その上に布団を置いてる。そうですね。あ、そうだね。うん。そうそうそう。で、まあ、日本だからさ、まあ、いろんな畳の種類があって、安いのもあれば高いのもあって、いろいろ選べるけど、やっぱり木村みたいに日本に住んでない人がわざわざ畳を日本から買って、で、布団もうん買ってってやると、やっぱりね、高くなっちゃうから、手は出しづらいかなと思うね。うん。そうね。結構、まあ、日本人は布団で寝るの慣れてるからあれだと思うんだけど、やっぱりそういうのに慣れてないと布団もすごい多分違和感があってなかなか寝つけない人もいるだろうね、最初はね。うんうんうん。うん。うん。しかも、なんかベッドほど柔らかくないというか、表面的には別うん。に柔らかいけど、こう寝てるうん。と結構硬いと思うね。普通にベッドと比べたら。うん。わかるわかる。俺は逆にその硬さがいいなと思うんだけど、木村はどう？ベうん。ッドは硬い派？柔らかい派？ベッド硬い方がいいね。うん。なんか柔らかすぎるとね、逆にちょっと体が疲れるっていうかね、腰が痛そうそうそう。くなったりするよね。そう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 。うん。うん。で、それで思ったのが、俺、キャンプに前、友達と一緒に行った時に、ハンうん。モックで寝たことあるんだけど、ハンモックで寝たことある？寝たことはないけど、ハンモックはまあなんとなくわかるよ。うん。感じ的に。体がこう、なんだろうな、寄りかかってる感じ。そうそう。なんかもた空中にね、ぶられかかってる。下がって。そう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 。うん。うん。布団の良さもベッドの良さもあるけど、ハンモックもね、めちゃめちゃいいんだよ、実は。あ、そう。そうなん。うん。まず、布団と同じで、あんまり場所取らないじゃん。うん。で、ハンモック宙にぶら下がってるからさ、別にクッションとかないのよね。うんうんうん。うん。だから柔らかすぎないし、で、ちょっとこう揺れたりするから、なんかさ、子供のゆりかごみたいな感じで、それがちょうど気持ちよくて、なんか
電車の上に乗ってるはいはいはい。時な感覚ですごい、寝やすいのよ。そうなんだ。うん。だからね、今まあ布団があるから別にハンモックいらないんだけど、なんかキャンプとかするときはハンモックで寝るのもいいかなって本当に思うね。うん。今まで布団、ベッドどっちにしようか迷ってる人にはね、ハンうん。モックっていうオプションもね、あげうん。られるね。全然あるよ。うん、ハンモックで寝たことない人は、ハンモックで寝てみて、布団でも寝てみて、ベッドでも寝てみて、なんか自分にね、一番合うのをぜひ探してみてください。はい、ぜひお願いします。はい、もちろんね、どっちにもね、布団もベッドもね、ハンモックもそれぞれ良さがあると思うけど、一番やっぱり大事なのはね、自分のこの睡眠とライフスタイル、あった方を選ぶっていうことだと思うね。うん。そうね。ということで今日は布団とベッドについて話してみました。皆さんは布団とベッドどっち派ですか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。